モットチャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。モットです。今回は丸棒にまっすぐの穴を開ける方法についてご紹介します。ボール板があれば比較的簡単にまっすぐに開けることは可能なんですけど、フリーハンドで開けるのは至難の業です。通常の角材に穴をまっすぐ開けるだけでも大変なんですけど、丸棒に開ける場合は、さらにちょっとした工夫が必要です。それでは解説動画スタートです。まず最初に丸棒に穴を開けるために使うドリルについて解説します。通常こういった長さの丸棒に穴を開けようと思うと、こういうロングドリルで貫通力の高い先端がドリルのタイプをチョイスしたいなと思われると思います。ただこれでは精度の高いまっすぐな穴を開けるには垂直にドリルを当てる必要があります。それはなかなかフリーハンドでは至難の業です。そして先端がドリルなので、一度掘り込んでしまったらそれを修正するのはなかなか難しいです。なのでできれば先端がこの霧のタイプを選ぶのがおすすめです。霧のタイプには通常のこういう霧のタイプのものと、こういう F 型って言われるこの先端が斜めになってる、こういうタイプがあります。これはどちらでもいいと思います。先端が霧のタイプの方が途中で修正もしやすいし、掘り込み方もマイルドになります。そしてできればこういう下穴ドリルで最初に誘導する穴を開ける方がいいと思います。さらに一方向から開けるのではなく、角材に貫通穴をまっすぐ開ける方法と同じように両方からアプローチをしていく方がまっすぐにしやすいです。入り口と出口がまっすぐであれば、中心に穴が開けれれば真ん中はある程度修正が可能ということです。次にこの丸棒の中心点、ここに墨付けをしていくんですけど、専用のジグを使ってもいいんですが、45度のスクエアと差し金、両面テープで作ることができます。次にこの丸棒を安定して固定させる必要があります。例えば私が以前制作した丸棒を固定するためのジグ、こういったものがあるといいんですが、例えば端材で直角に合わせた固定具を作ります。で、そこに丸棒を当てて固定する。固定する方法は、例えばこの開ける丸棒よりも長い材であればこのまま固定して立てることができるので、この固定具と丸棒が動かないようにクランプで留めれば OK です。固定するものに対してまっすぐに丸棒が固定できれば、例えばこういったドリルガイドや簡易ドリルガイド、前回制作したこういったドリルガイドを使ってまっすぐ穴を開けることができます。それでは最初に下穴ドリルで誘導用の穴を開けていきます。今回は簡易ドリルガイドで。次に10ミリの霧タイプ、これで穴を開けていきます。
これでまっすぐな穴は開くんですけど、どうしても10ミリとかになってくると抵抗があるので、少し芯がだんだんずれていったりします。ほぼ中心近くに貫通穴は開けれますが、中での抵抗がどんどん強くなるので、どうしても入り口が歪みやすい。でもこの方法ではちょっと精度的に足りないなっていう時は、この長さでやるので厳しいのであれば、これを2分割、3分割して穴を開けて接着する方法もあります。いかがだったでしょうか。ボール板ほどの精度を出すのはなかなか難しいんですけど、それでもある程度工夫をすることでまっすぐな穴を開けることは不可能ではないです。一部邪道な方法もありますが、それでもまっすぐに開けるっていう部分ではありなのかなと思います。よろしかったら参考にしてみてください。元チャンネルではこのような初心者講座や木工のコツ、ジグ製作などを配信しています。またモッツ工房では家具や雑貨などの制作動画を配信しています。こちらもよろしかったらチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。